2020年9月6日、今年は遅めの土曜星です。今日は少し晴れてお天気も良さそうです。ざるに干しますが、ざるの下には同じざるを裏返して引いています。これでも風通りは良くなります。いつもだと8月中には干していたのがだいぶ遅くなってしまったので、カビが心配になり、重しなどを避けて口を縛って保管していました。今からざるに並べて干していきます。まずはスーパーで購入した梅から。人の手の酸で美味しくなると言われているので、私はきっちり手を洗い、毎年必ず素手で作業します。手袋などは使用しません。どんどん並べていきます。梅同士がくっつかないように丁寧に並べましょう。ここからは早送りです。両手で作業した方が効率はいいですが、撮影しながらなので片手で行っています。並べ終えた後、くっついている梅がないかなどを確認し、もしくっついている場合は必ず間隔を空けましょう。梅酢は殺菌のため1日目だけ日光に当てます。虫やゴミが心配なのでラップやビニールで覆いましょう。続いてインターネットで購入した木熟梅です。完熟梅と呼ばれているものもありますが、違いはよくわかりません。とにかく柔らかいので扱いには注意してください。ではどんどん並べていきます。並べ方は先ほどの梅と同様ですが、とにかく潰れたり破れやすいので優しく丁寧にを心がけます。また少し早送りしています。漬け込むときはスーパーの梅と木熟梅の違いがあまり感じられませんが、土曜干しをするときは触ると柔らかいなと分かり、違いも感じられます。いい感じで並べ終えそうです。今日並べた梅と梅酢を撮影しています。まずはインターネットで購入した木熟梅。しっかりと印をつけています。私は下にざるを置きましたが、風通しが良ければどんなものでも大丈夫です。お魚を干す青い網も使用できますが、匂いが移るので必ず使い分けます。こちらはスーパーの梅です。少しちっちゃめなのと、触った感じは木熟梅と比べると固めです。梅酢は梅を漬けた時に出る貴重な副産物とも言われています。風邪気味、夏バテ気味の時などは薄めて飲むと良いとされていて、万が一梅漬けの段階でカビを生やしてしまった時は、梅酢の予備があると対処できる場合も多いので、必ず捨てずに保管しておきます。梅を裏返すまでの時間で保存食ノートを記入していきます。この写真は L サイズの用紙に8コマ分8分割してプリントしたものです。お昼の12時を過ぎたくらいです。梅にまんべんなくお日様を当てるため、今からすべて裏返していきます。忘れずに1日1度は裏返しましょう。梅酢には戻さず、天日と四つに当てたままの方法もありますが、私は1日目の夜だけ梅酢に戻します。私の漬け方は藤巻敦子先生の著書を参考にしています。日陰になったので、裏返した後、日光の当たる場所へ移動します。日陰になってしまったら日向に移動しましょう。木熟梅は5キロで103個、スーパーの梅は約 3.5 キロで83個です。現在夕方になりました。約1日天日干しをした梅を1日目の夕方梅酢に戻してそのまま室内に保管。2日目、3日目と外で夜も干して夜露に当てます。
共通していることは1日1度裏返すということです。生熟梅は皮が柔らかいので気をつけてはいたのですが、2つだけ破れてしまいました。スーパーで購入した梅も生熟梅と同様梅酢に戻します。梅がすべて汁に浸かるようにします。袋の口はしっかりと縛り、夜は室内に保管。明日また外で天日干しを開始します。大事なポイントをおさらいしましょう。梅酢は絶対に捨てない。日陰になったら日向へ移動する。1日に1度は裏返す。生熟梅は柔らかいので要注意などです。土曜干しとは言いますが、多少ずれても構いません。見ていただいてありがとうございました。